駒がなる。将棋の駒は8種類あるのですが、後ろに駒が書いてある駒と、後ろにごめんなさい、文字が書いてある駒ですね、はい、と書いていない駒があります。書いていない駒は、裏返して使うことはありません。駒を裏返すことを将棋ではなると言います。駒にはなることができる駒となれない駒があります。で、なるとどういうふうになるかというと、動きが変わります。では次にどうやったらなることができるかをお話しします。はい、このように将棋盤には上から3段が相手の陣地、そして下の3段は自分の陣地になります。では駒の成り方ですが、2つの方法があります。1つは相手の陣地に入った時に駒をひっくり返してなります。もう1つは相手の陣地にもうすでにいる自分の駒です。これが次に動いたらなることができます。相手の陣地にいる駒がこのように動くと、これもなることができます。一度この相手の陣地にいると、次に動かすときはなることができるということです。それでは小駒のなった駒の動きを見ていきましょう。歩がなるとといってと金になります。香車は成香、桂馬は成桂、そして銀は成銀という駒になります。ではちょっとこの駒を見てもらいましょう。この駒は、右側から銀がなった駒、桂馬がなった駒、香車がなった駒なんですね。これはどれも金を崩して1文字で表している駒です。はい、どうしてこのような金の崩し文字になっているかと言いますと、実はこの歩がなったもの、香車がなったもの、桂がなったもの、銀がなったものはある駒の動きになるんですね。さあ、それは一体何でしょうか。答えはありましたか。この金と同じ動きになるんですね。金の動きは、前3つと6個ですね。そして一番下でした。この駒たちがなると金と同じ動きに変わります。で、ここで大事なことがあるんですが、金はもともとの動き、ちょっと復習していきましょう。前3つと後ろ2つでしたね。ただなってしまうと金と同じになるので、この後ろはいけなくなって、こうですね、金と同じ動きになります。もともとの駒の動きがなくなるというのを覚えてください。ですので桂馬ももともとの動きは剣剣パとこう、ちょっと分かりづらいですかね。この青にしましょうか。桂馬の動きはこうです。ただこの桂馬がなると金と同じになります。香車もずっとまっすぐ行く動ける駒でしたけども、なると金と同じ動きになります。もともと持っていた桂と香と銀と桂と香の動きはなくなるというのを忘れないでくださいね。それでは今日の問題です。はい、今日は問題というより練習になりますが、このように歩が一列に並んでいます。そしてこれを右側からこうやってなる練習をしていきましょう。これはなるという動作の練習なんですけれども、子ども教室の棋友館
小田切さんが教えてくれた方法です。千本ノックのような感じでどんどんこの歩をこういうふうになっていきます。この練習をしてみてください。他にも例えばそうですね、歩ではなくてこれを桂馬にしてみたり、銀を入れてみたり、香車を入れてみたり、桂馬をもう一枚入れましょうか。はい、こんな感じで組み合わせると、よーいドン、駒をこうなってこんな感じで駒を成る練習ができると思うので、ぜひやってみてください。はい、駒を成る練習上手にできましたか？今日は駒をひっくり返して成るというのをお話ししました。駒が成る駒、成れる駒と成れない駒がある。そしてどうやったら駒が成れるか、相手の陣地に入ったら成ることができましたね。そして相手の陣地にある駒が次に動いた時に成れるというのをやりました。そして小駒の銀、桂、香、歩が成った時にどういう動きになるかというのをやりました。これは金と同じ動きになりましたね。今日は結構たくさん覚えることがありましたが、大丈夫でしたでしょうか？次は大きな駒、飛車と角が成った時のお話です。